量子力学的幸せな生き方大全。意識の力ってこんなにすごいんだ。幸せと成功の違いとは？あなたにとって幸せと成功の違いは何でしょうか？私はよくセミナーや講演会でこの質問をしますが、明確に答えられる方はあまりいません。多くの人は幸せと成功を区別できていないからです。そして、成功すれば幸せになれるとお金や地位、条件のいい相手との結婚など、目に見えるものばかり追いかけ不幸せになっている人もいるのではないでしょうか。私は幸せと成功について次のように定義しています。幸せ、得られる感情のこと。例えば、嬉しい、楽しい、ワクワクするなど、心で感じる目に見えないものです。成功、得られる結果のこと。例えば、マラソン大会で優勝した、タワーマンションに住めた、結婚できた、月収100万円を達成したなど、目に見えるものです。でも、考えてみてください。人はお金だけあれば幸せでしょうか？いくらお金があっても健康を害していたり、人間関係に恵まれていなかったりしたら幸せとは言えませんよね。反対に健康で人間関係に恵まれていてもお金にいつも不自由していたのでは、それもまた苦しいでしょう。本当に幸せになるためには、目に見える成功だけでなく、目に見えない幸せを大切にする必要があります。目に見えない幸せに気づいた瞬間、豊かさや喜びで心が満たされ、見える世界での成功につながり、両方をバランスよく手に入れられるのです。私は本書でこれらの10分野について幸せな人生を手に入れる生き方をまとめました。なぜなら、人生の様々な分野でバランスを取ることが幸せに生きるためには大切だからです。ここで役に立つのが量子力学です。量子力学を学ぶことでわかるこの世界の原則を少し覗いてみましょう。世界は素粒子からできている。世の中のいろいろな物質を細かく分けていくと、原子と呼ばれる小さな粒になると学校で習ったのを覚えていますか？この原子をさらに細かく分けると、原子は電子、中性子、陽子から成り立っており、最終的に中性子や陽子はクォークと呼ばれる素粒子で構成されていることが分かっています。あなたが着ている洋服も、あなたが住んでいる家も、すべて同じ素粒子から成り立っています。つまり、世の中に存在するすべての物質は素粒子からできているのです。世界には様々なものがあるように見えますが、実はそれらはすべて素粒子という同じ要素からできているのです。素粒子は波動と粒子の2つの相反する性質を持っていることが分かっています。だるまさんが転んだのように、素粒子は誰も見ていないところではふらふらと波のように動き回り、誰かに見られるとピタッと粒のように動かなくなるのです。世の中のあらゆる物質を構成している素粒子が観測される前と観測された後で振る舞いを変えるということは、この世界を見える世界、粒子性と見えない世界、波動性に分けることができるのではないでしょうか。ここでは、世界は素粒子の海である。観測されない時の素粒子は波の状態で、観測されると粒の状態になる。ということを覚えておいてくださいね。目に見えない 95% が大切。東京大学宇宙線研究所の研究データによると、この宇宙で工学的に観測できている物質はわずか 5%。残り 95% はダークマターとダークエネルギーが占めていることが分かっています。つまり、宇宙の 95% は観測できない、目に見えないものとも言えるでしょう。また、私たちの意識は顕在意識と潜在意識から構成されており、一般に認識できる顕在意識に対して認識できない潜在意識が全体の 95% を占めていると言われています。これはちょうど海に浮かぶ氷山のうち、水面上に出ている部分が 5%、水面下の部分が 95% であることにちなんで、意識の氷山モデルと言われています。
例えば、瞬きは意識的に行っているでしょうか？心臓を意識的に動かしている人はいるでしょうか？これらはすべて無意識で働いており、潜在意識によって動かされていると言われています。この目に見えない、認識できないものが宇宙や意識の 95% を占めているという事実から、目に見えるものや認識できるものよりもそうではないものの方が全体に大きな影響を与えていることがわかると思います。例えば大きな木をイメージしてみてください。目に見える枝や葉は木にとってそれほど大切ではありません。冬になれば落葉しますし、枝が折れることもあるからです。つまり木にとって大切なのは目には見えない部分、土の下の根なのです。しっかりと根を張ってさえいれば、どんなことがあっても木は影響を受けないでしょう。ここでは目に見える部分は 5%、目に見えない部分は 95%、目に見えない部分が大きな影響を与えているということを覚えておいてくださいね。周波数が同じものは引き寄せ合う。すべての物質は固有の周波数で振動していることが分かっています。そして実はこの世界は同じ周波数や波長のものが共鳴して引き寄せ合って成り立っています。例えば心臓や肺は同じ周波数を持っている細胞同士が結合して構成されています。そのため他人の臓器を移植した場合、振動数が合わずに拒否反応が起きると言われています。また机やパソコン、建物などのものも同じ周波数の原子や分子が引き寄せ合ってできているのです。人間関係においても波長が合う人、波長が合わない人がいるように、同じような価値観や考え方を持っている人が引き寄せ合っているのです。これを類は友を呼ぶと呼んでいます。人の感情や思考も脳波というエネルギーの振動として表現することができますから、脳の状態も固有の周波数があり、私たちが放つエネルギーの周波数が私たちに起こる出来事や人々との出会いに影響を与えていると言えるでしょう。つまりこれらの現象は私たちが意図的にまたは無意識に放つエネルギーが周囲のエネルギーと共鳴し、同じ周波数のエネルギーを引き寄せるという引き寄せの法則の考え方に基づいていると言えるでしょう。具体的には私たちがポジティブなエネルギーを放てば、そのエネルギーの周波数と共鳴してポジティブな出来事や人々を引き寄せることができます。逆にネガティブなエネルギーを放てば、そのエネルギーと共鳴してネガティブな出来事や人々を引き寄せることになるのです。ここでは、この世界は同じ周波数や波長のものが共鳴して引き寄せ合って成り立っているということを覚えておいてくださいね。本書では、量子力学など最新科学の知識をアナロジーとして活用し、幸せに成功するための原理原則をお伝えします。いわば、この世界の自然の法則を使って幸せと成功の原理原則やノウハウを解き明かしていくのです。それにより幸せや成功を手に入れるための原理原則が腑に落ちる感覚を味わっていただきます。そしてあなたは圧倒的に行動できるようになります。その行動の結果、あなたを取り巻く現実が大きく変わるのです。本書を通じてあなたが10の分野で理想を現実化し幸せに成功することを心から願っております。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は量子力学的幸せな生き方大全という本をご紹介します。量子力学と願望実現に関する本はハッピー研究所でいくつも紹介してきました。この世界を構成する素粒子を知れば知るほど願いが叶う仕組みが分かってくるんですよね。今回ご紹介するのもめちゃめちゃ素敵な一冊。お金、ビジネス、人間関係、成長、健康、貢献、メンタル、時間、出会い、スピリチュアルという人生の10分野で大切な知識やノウハウを量子力学で解明してくれるんです。著者は高橋博勝さん。慶応大学大学院を卒業された高橋さんは、学生時代から学び続けてきた哲学、心理学、脳科学やコーチングを量子力学で解明し、独自のコーチングメソッドを確立されます。現在はコーチやセミナー講師として独立され、世界中の人々に夢と希望を与え、誰もが自己実現できる社会を作ることを使命として活躍されています。
そんな彼が量子力学的思考で人生を飛躍させる方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。豊かさを左右するお金のイメージ。量子力学的にはお金とはエネルギーです。お札や硬貨のような物質がお金の本質ではありません。お札や硬貨はお金というエネルギーを目に見えるように物質化したものに過ぎないのです。例えば最近は多くの人がスマホで買い物をしています。しかしそこでお札や硬貨は使われていません。私たちの預金残高やクレジットカード、アプリのチャージ金額といった情報がお店のレジを通して処理されているのです。このようにお金の本質は情報というエネルギーであり、それが社会を動かしています。目に見えない運動エネルギーや熱エネルギーが物を動かしたり温めたりするのと同じことなのです。さて、お金が一種のエネルギーだということは、同時にいいものでも悪いものでもないことがわかります。エネルギーの作り方や使い方は別にして、エネルギーそのものはニュートラルな存在なのです。しかし日本人はお金を悪いもの、お金は汚いものと考える傾向があります。昔の人ほどお金の話はしちゃいけないとタブー的な扱いをして、親からそう教え込まれた人も多いでしょう。そういう言葉がお金に対する口癖になっている人もいるかもしれません。私も子供の頃は親にお金は汚いとよく言われて育ちました。その結果、お金はばい菌がいっぱいついているといったお金に対するマイナスイメージを持ってしまったのです。このようなマイナスイメージが潜在意識に刷り込まれると、無意識のうちにお金を遠ざけたい気持ちが働きます。これではなかなかお金がやってこないのも当然でしょう。つまり、お金のイメージチェンジをしない限り、お金を引き寄せることはできないのです。4つに分けられるお金のイメージ。私たちが持っているお金のイメージは大きく4つに分類することができます。横軸に物質的な豊かさ、縦軸に精神的な豊かさをイメージしてください。右に行くほど物質的に豊かでお金がある人。左に行くほど物質的に貧しくてお金がない人になります。そして下に行くほど精神的に貧しく不幸せな人。上に行くほど精神的に豊かで幸せな人になります。精神的にも物質的にも貧しい人。この図の左下にあたる精神的にも物質的にも貧しい人はお金に対してマイナスのイメージを持っています。例えば、お金は汚い。お金は汗水垂らして働かなければ入ってこない。お金とは労働対価であるというイメージですね。このようにお金にマイナスのイメージを持っている人は、お金が増えることは汚い、辛いことだと潜在意識に刷り込まれており、知らず知らずのうちにお金を遠ざけています。幸せだけど物質的に貧しい人。逆に左上の精神的に幸せだけど物質的には貧しい人もいます。精神性が高い人に多い毎日が幸せ、お金なんかなくてもいいというタイプです。このように精神的には幸せだけれども物質的には貧しい人はお金に対して罪悪感のイメージを持っています。お金を受け取ることは悪いことだと思ってしまっているのです。例えばお金に対して罪悪感のイメージを持っている人は人から100万円払いますと言われたとしても、いやいやそんな100万円ももらえませんと断ってしまうのです。これではお金持ちになるのは難しいでしょう。お金持ちだが精神的に貧しい人。それから右下の物質的に豊かなお金持ちで精神的に貧しい不幸せな方もいます。このタイプの人は
お金は権力の象徴とか人を支配するためのもの、お金さえあればいいと考えています。その結果、お金はあっても人間関係がうまくいっていないなど別の面で不幸を感じています。お金持ちで精神的にも豊かな人。最後の右上の人が物質的に豊か、つまりお金持ちで精神的にも幸せなタイプです。このタイプの人はお金のイメージが他のタイプの人たちと全く違います。この人たちはお金イコール愛と感謝と信頼のエネルギーが形になったものと考えています。つまり多くの人に愛され感謝され信頼された結果お金が入ってくるというイメージですね。こういうイメージを持っている方は幸せなお金持ちだと言えます。お金にどういうイメージを持っているかは十人十色、千差万別でみんな違いますが、それらは全て思い込みに過ぎません。親や友達の言葉、どこかで読んだ本など何かの影響を受けてお金とはこういうものだと思い込んでいるのです。思い込むとその思い込んだ通りの現実を作っていきます。例えば、お金はなかなかたまらないと思い込んでいる人はお金がなかなかたまりません。また、お金を稼ぐことは難しいと思い込んでいる人はそういう現実を作ってしまうのです。量子力学的な観点で見ると、物質はエネルギーの一形態であることがわかります。例えば、私たちが思考するときにも脳内で電気信号が発生し、その電気信号が周囲のエネルギーと相互作用することで現実が形成されると考えられています。そしてこの世の中にある創造物の原点は、あなたの思考のエネルギーが源となっています。例えば、ライト兄弟が飛行機を作りたいと思考しなければ飛行機は発明されませんでした。エジソンが電球を作ろうと思わなければ電球も発明されなかったでしょう。このように私たちの思考は物質の一形態であるエネルギーとして存在し、周囲のエネルギーと相互作用することで現実を創造することができるのです。また、私たちがポジティブな思考を持つことで周囲のエネルギーとの相互作用が変化し、現実がよりポジティブな方向に変化する可能性があると言われています。同様に私たちがポジティブなお金のイメージを持つことで周囲のエネルギーが変化し、現実がよりポジティブな方向に変化することもあるのです。つまり、あなたがお金に対してどのようなイメージや思考を持つかによって豊かさを引き寄せることができるかどうかが決まってくるのです。お金を引き寄せるビリオネアマインド。たくさんのお金を引き寄せるためにはどうすればいいのでしょうか。このようなお金に関する相談をされることは非常に多いです。多くの方が今よりたくさんお金を引き寄せたいと願い、様々なセミナーへ行ったり、たくさん本を読んだりされていると思います。もちろん、お金を稼ぐためのスキルは非常に大事ですよね。でも、スキルを学ぶことよりも前に大事なことがあります。それは、大富豪になれるビリオネアマインドを身につけることです。お金が欲しいという思考の背景には、今はお金がないという状況があります。つまり、お金が欲しいという周波数と共鳴して引き寄せられるのは、お金がない状況になってしまうのです。一方で、もしあなたがすでに大富豪でお金持ちだったら、お金が欲しい、お金持ちになりたいと思うでしょうか。答えは思わないですよね。なぜなら、すでに持っているものや手に入れたもので満たされているからです。例えるなら、空気が満たされている環境で酸素が欲しいと思わないのと同じです。このように、今すでにお金は十分にあると心が満たされている思考のエネルギー状態がビリオネアマインドなのです。そしてこのようなビリオネアマインドを身につけて大富豪オーラで過ごしていると、本当にお金や豊かさを引き寄せることができるのです。これは量子力学的に言えば、大富豪のようにすでに豊かであるという意識状態が豊かな周波数となり、その周波数に共鳴した現実を引き寄せることができるからだと言えるでしょう。しかし、多くの人はこれと逆のことをしています。例えば、預金通帳の残額の数字を見て、またお金が減った。お金がこれだけしか残っていない。という思考をしている人はとても多いと思います。
その思考だと周波数はどうなるのでしょうか。お金が足りないという不足感の意識状態ですから、その不足の周波数が共鳴する現実を引き寄せることになります。つまり、お金が足りない状態を自分でますます引き寄せてしまうということです。このように多くの人は数字に惑わされがちで、預金通帳に記載されている金額が自分の持っているお金だと思っていたり、月収の金額もこれだけしかないと思い込んだりして、その数字だけを見てお金が足りないと不足感を覚えてしまうのです。数字だけにとらわれているとビリオネアマインドにはなれません。では、お金の奴隷から解放されるにはどうしたらいいのでしょうか。まずは意識を今がいかに豊かであるかに向けてみてください。ちなみに実は私はお金の使い方の達人であるユダヤ人大富豪の知り合いがいます。ここで彼に教えてもらったお金持ちになるためのお金の使い方を紹介しましょう。消耗品にはできるだけお金をかけない。資産価値が上がるものにお金をかける。人が喜ぶものにお金を使う。これらの使い方の根本にあるのは、エネルギーが高まるものに投資するという発想です。例えば、資産価値が上がるものにお金をかけるでは、ダイヤモンドや高級時計が投資の対象です。これらには、ブランド価値、付加価値という見えないエネルギーが込められています。また、人が喜ぶものにお金を使うことを実践し、ありがとうと言われると、その度に喜びのエネルギーが生まれます。これが目に見えない世界にありがとう貯金としてたまり、そのエネルギーが巡り巡って目に見える世界での収入につながるのです。冒頭でもお伝えした通り、目に見えない世界が世界の 95% を占めています。そこに怒りや悲しみのエネルギーを貯めるか、喜びや感謝のエネルギーを貯めるかで、私たちの人生は大きく変わってくるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。すでにある幸せや豊かさに目を向けよう。物質的な豊かさはお金、物など目に見える物質ですから、量子力学的には粒子性を持つと言えるでしょう。一方で、精神的な豊かさは目に見えないものですから波動性を持つと言えます。目に見えるものはたった世界の 5% しか占めていません。残りの 95% は目に見えないものが占めています。つまり、この世界は目に見えないものの方が重要なのです。言い換えれば、目に見えない精神的な豊かさが目に見える物質的な豊かさを支えているとも言えるでしょう。もし物質的に豊かになりたければ、目に見えない世界を観測し、今ある豊かさに気づくことが大切です。あなたはどのようなことに豊かさを感じますか？あなたはどのようなことに幸せを感じますか？思いつく限りノートに書き出してみてください。例えば、病気もなく健康的に暮らせている。日々おいしい料理を食べることができる。安心して寝泊まりできる家がある。優しい家族と暮らしている。など出てくるかもしれません。すると、あなたがいかに恵まれていて幸せであるか気づくことができるでしょう。今ある幸せや豊かさに気づけると、自然と豊かさマインドを身につけることができます。そして豊かさマインドを身につけると、豊かさの波動を発するようになり、豊かな人生を手に入れることができるのです。お金を引き寄せることができない人は、日々の生活に欠乏感を抱いている人です。足りないものにフォーカスして、お金がない、お金が足りない、などの欠乏思考に陥ると、ますます貧乏マインドになっていきます。一方で、豊かな人は充足感に満たされている人です。今すでに持っているものやあるものにフォーカスして、豊かさマインドのエネルギーで満たされている人なのです。では、具体的に豊かさマインドを身につけるにはどうしたらいいのでしょうか。ここでは、量子力学を応用した豊かさマインドを手に入れる方法をお伝えします。1、理想の豊かな世界をイメージする。量子力学では観測者が観測するまで物質やエネルギーは確定された状態を持たない波動の状態とされています。つまり、私たちが意識的に理想の状態を観測することで現実が創造されるのです。この原理を活用して、
自分自身が望む現実を想像する力を持っていると認識し、積極的に自分の望む未来をイメージしましょう。2、無限の可能性を信じる。量子力学では、物質やエネルギーは確定された状態を持たず、無限の可能性を持っているとされています。この原理を活用して、自分自身にも無限の可能性があると信じ、自分自身を制限しないようにしましょう。あなたには無限の可能性があるのです。3、ポジティブなエネルギーを放つ。量子力学では、物質やエネルギーは波動として存在し、相互作用することで現実が創造されるとされています。自分自身がポジティブなエネルギーを放つことで、周りの環境にもポジティブな影響を与え、自分自身を豊かにすることができます。そのためには、感謝の気持ちでポジティブな思考を意識的に育てることが大切です。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？やっぱり量子力学と願望実現の本って面白いですよね。量子力学がどうやって僕たちの願いを叶えていくのかが、その仕組みがどんどん整理され分かっていくんです。しかも本書がいいのは、量子力学だけのノウハウではないということ。例えば今回紹介したお金であれば、お金の使い方の超基本として、お金持ちになる基本の4ステップとか、消費、投資、浪費の比率は6対3対1がいい、など FP さんに聞くような内容を踏まえつつ、さらに量子力学的にどう実現させていくのかを知ることができる。超実践的具体的な内容で、まさに見える世界も見えない世界もどちらの力も使って願いを叶えていく方法になっています。読むだけでこれからの人生のいろいろなことが好転していくはずです。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。